革台16,196円、ファスナー60円、ジャンパーホック40円、裁断110円、工賃1500円をすべて足すと、どうも、じゃあ新宿工房です。兄です。弟です。僕たち普段は革の財布やバッグを作る職人をやっております。はい、でまた今回もですね、原価計算していこうぜということで、で今回ですね、今までエルメスさん、ユニクロさんとかいろいろやってるじゃないですか。で今回は空想科学新進工房ということで、進めていきたいと思っております。でですね、今回原価計算させていただこうと思っているのはこちら。魔女宅のキキちゃん、魔女宅急便、このバッグを原価計算していこうかなと思っております。で舞台だけ調べたんですよ。舞台はスウェーデンということで、でこちらに鎮海石八幡宮さんのブログむちゃくちゃ詳しかったんですよ。もうむちゃくちゃ詳しかって、もう全部読んだら旅行した気分になるぐらい詳しいんですよ。スウェーデンのゴットランドとビスビーと首都ストックホルムっていうところで、そこでこのバッグを作ればいくらになるかっていうのをね、これから考察含めてやっていきたいと思ってるんですよ。じゃあ今回はですね、勢いよくね、元気はつらつに魔女の急降下のようにね見させていただこうと思っております。それではやっていきましょう。で改めまして、どうもこんにちは、いらっしゃいませ。新進工房スウェーデン店でございます。何やねんそれ。涙出てくる。空想科学新進工房ということでね、今回現場がスウェーデンという前提でやらせていただいておりますので、スウェーデンで機器から新進工房がこのバッグを受注したらどれぐらいの限界になるかということですね。っていうところでやらせていただこうと思っております。で今回メインの材料がおそらくですよ、これね革なんですよね。でオールレザーかなと思っております。スウェーデンですんで、使われてる革は何かなっていろいろ考えてみたんですよ。調べたりね、こういうことが分かりました。で革の発祥っていうのは寒い地域から発展していってるとのことで、その初めはネアンデジタール人がデジタルってなんか逆に進んでる感じするわ。ネアンデルタールね。ネアンデルタール人が初めて作ったとされてるんですよ。その彼らの遺跡からそういうことが発覚しておりまして、肉を落とし叩いて揉んで煙で蒸すといったなめしっていう技術にどんどん進化していっているとのことなんで、でさらに調べると、これスウェーデンでしょ。スウェーデンのスカンジナビア半島っていうんですか、寒いエリアにはトナカイが生息してるんで、このトナカイを使った革を使われてるんじゃないかっていうところで、今回トナカイレザーをここに使った場合っていうのを地産地消ということで、大丈夫ですか？地産地消ということでやらせていただこうかなと思っております。なので材料は今回トナカイレザーっていうところで話を進めていきたいと思っております。ではですね、続きまして作り見ていきたいと思います。今回ですね、作りこれパッと見た感じ、丸いコロンとしたバッグなんですけど、これどんな感じで計算していきますか？アニメだからこの一枚側の感じでバッグとして成立してるんですけど、実際にこの形を作ろうとすると町と銅というパーツを分けて作らないとこの形にはできないということですね。このコロンとした風合いが出ないですよね、一枚の革ではどうしても。そして空中飛ぶんで、これホックで止まってるんですけど、このホックだけだと両サイドから荷物がバーッと落ちちゃうんで、胴体の上の部分にファスナーもつけた方がいいと思います。そうね、これはよく新宿工房スウェーデン店でも魔女の方からよくお題いただくんですが、このファスナーの入れてよくあるっていう。っていうことですね。だからファスナーは必要ですね、空中で。そうです。空中戦も想定してますね、今回。戦うもん。魔女の空中戦ね。そうやな。でも嵐に煽られて、こうくるってなるシーンも。実際の映像で見ましたので、その時荷物こぼれないように、ファスナーっていうのはよくスウェーデン店ではよく求められているオーダーの一つでございますので、これホックなんですけど、ホックはこれ大きさから見るに7050番というホックを使ってるかなと、ジャンパーホックと呼ばれるものなんですけど、それを使用して作った方がホックの締まる強さも強いんで、それの方がいいかなと思います。できるだけ大きいホックで再現していこうという感じですね。で作りはそんな感じでいきましょうか。ではそのわけでですね、新宿工房スウェーデン店ではね、革はトナカイレザーを使うと。
で作りは、先ほどご説明させていただいたような作りでやらせていただこうと思うんですが、これ計算するにあたって大切な大きさなんですよね。で大きさどうさせていただくかってところなんですけど、大きさはどういきましょう。キキは13歳、大体日本でいうと13歳の女の子は155.2センチ平均身長がっていうことを加味して計算すると、大体サイズ感が横33センチ、縦30センチ、13センチぐらいのバッグかなと。ということで、それを元に計算していきたいと思います。劇中でもキキ小柄な女の子なので、およそそのぐらいの大きさかなということで、じゃあそれを元に、じゃあ今から原価計算させていただこうと思います。この原価計算っていうのは製造直接費ということでね、そのものに作るにあたってかかったお金、材料費と工賃、これを元に今から計算させていただこうと思います。どうもキキ様いらっしゃいませ。新進工房スウェーデン店でございます。入んなすぐ入んなそんなわけでですね、トナカイレザーで作り、大きさ、大体考察できましたので、今からそれを元にですね、製造直接費計算させていただこうと思います。僕はね、今からの用済みですので、黒板の精霊になって、皆さんのお届けさせていただこうと思います。先ほどのサイズを元に、型紙を作ってみました。すると、キキバッグを作るのに必要な革は 100.6 デシ必要ということが分かりました。スウェーデンということで、スウェーデンでトナカイレザー売ってるところがあるのかなと調べていったら、ケロというタンナーがあって、そこでトナカイのレザーが作られていて、なおかつ販売もされていました。でそこで売っているトナカイレザーを計算すると、日本円でだいたい1デシ161円でした。必要な革が 100.6 デシ× 161で 16,196 円で、ファスナーなんですけど、ファスナーが1本60円、ジャンパーホック40円で、革が11パーツ必要で、裁断1つ10円なんで、10円 ×11 パーツで110円で、工賃なんですけど、これを新進工房スウェーデン店で作るとなると、1つ縫製するのにだいたい1500円ぐらいかなということで、それら全てを合計していくと、革代 16,196 円、ファスナー60円、ジャンパーホック40円、裁断110円、工賃1500円を全て足すと、キキバッグの製造直接費は 17,906 円でした。いつものお兄ちゃんに戻りましたということでなこれ、便利やなこれ。便利なんですよ。ということで、計算してみたら、キキバッグは原価 17,906 円でした。どうですか？案外トナカイレザー高かったの。高い。それ単純にトナカイレザーが高いのか、あるいはスウェーデンの物価が高いのかちょっとよくわかんない。でもそれにしても高いんちゃうかな。ちょっと高かったな。だから牛革で作ったらもうちょっと安くはコスト抑えれたかなと。そうね。今キキちゃんね、1階で待ってますんで、これはぜひこんな請求したらかわいそうになるんで、無理な配達いっぱいせなあかんようになるでしょ。嵐の中ね、無理な配達させるわけにはいかないので、今回キキさん無料でやらせて。いや、あかんわ、商売になれへんわ、スウェーデン店。スウェーデン店すぐ潰れるわ、新進工房そのしたら。スウェーデン店は魔女に優遇してますんで、魔女の文化を守りたいということで、無料ということでやらせていただきます。上がったりや、商売ね。ゴーちゃうわ。ゴーちゃうわ。行くぞちゃうわ。全然いけへんわ、そんな。じゃあここからちょっと軽い豆知識の話していいですか？どうぞ。今回トナカイレザーということでしたんで、世の中にはロシアンカーフというものがございまして、もうこれは僕的に超レアアイテムというかね、でこれなんぞって言いましたらね、昔ね、ロシアに1700年代とかにね、作られてたトナカイの皮で作った皮のことを言うんですよ。牛革っていう説もあるんですけどね。でこれって独特の製法で作られてたんですよ。でそれはロシア革命の後にその製法って一切失われるんですよ。ロストテクノロジーってやつですね。ロシアカーフっていうのはすごい高級レザーで、ヨーロッパの方にも輸出されていて、すごい人気の高い高級品として扱われてたんですね。でその中、有名な話があって、1786年に沈没したメッタカタリーナ号っていうんですけど、でそれが沈んじゃって、で200年後にサルベージ引き上げられることになるんですけど、その中にロシアンレザー混ざってたんですよ。で回収して、でボロボロなってたんですけど、塩抜きや乾燥などね、再処理されて200
100年後に復活したって話題になるんですよ。なので現在、そのロシアンカーフっていうのはそれしかないんですよ。まあ、超激レアレザーって言いますかね、っていうのがあるんですよ。でですね、この超激レア素材ロシアンカーフ、現在では再現不可能と言われてるんですけど、1社だけタンナーさん、再現してるところあるんですよ。イギリスのベイカー社がこれ忠実に再現してるんですね。ベイカーズロシアンカーフっていうんですけど、まあ、ただこれね答え合わせする術が今ございませんので、何とも言えないんですが、もう忠実にその製法とかも再現しているんですよ。カーフをですね、白樺や柳、オークといった樹皮を使用して約4ヶ月じっくりとなめしたベジタブルタンニンレザーっていうことなんですけど、でその皮の裏面から白樺のオイルをたっぷりと染み込ませてフィニッシングするんですよ。で大昔から白樺が多く生息するロシアで行われた伝統的な工法で、しなやかでありながらも非常に頑丈で耐久性と耐湿性に優れた皮になります。でまたね、このバーチオイルの匂いには防虫効果もあると言われていて、でこの工程によってロシアンカーフ特有の白樺の、まあ、バーチですね、の匂いが生まれますということで、表面にはね、ロシアンカーフのもう一つの特徴であるダイヤ柄のクロスハッチっていうんですけど、この網目模様、それも忠実に再現されていて、まあ、幻のロシアンカーフ、イギリスのベイカー社が、まあ、ベイカーズロシアンカーフということで再現しておりますので、まあ、まだ概要欄にも貼ってますので見ていただけますと、面白いかなと思っております。まあそんなわけでですね、まあ余談でしたが、まあここまでお話聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。でここでですね、新進工房スウェーデン店からちょっとご報告がございますということで。ということで、作っちゃいました。なんですよ。バッグ。そうでございます。今回新進工房魔女専用バッグということで作らせていただきました。トナカイレザーちょっと高すぎたんで、今回牛革で作らせてもらいました。今回牛革で内装もしっかり作りましたので、今回何使いました？ピンクレザーですか？ピンクレザーです。内装は。内装ピンクレザーの通気性のいい革を使わせていただきました。重さにも配慮してピンクレザーにさせてもらいました。内装は。ポケットもありまして、まあ携帯入れれるよね。まあこのショルダーバッグですね。っていうのをなんと実現しちゃいました。魔女の方はぜひ。そうなんで、全国の魔女の皆様、このバッグにご興味のある方はぜひ新進工のホームページを見ていただけますと嬉しいですということでした。そのわけで、このチャンネルが面白いと思ってくださった皆様、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。またチャンネル登録ボタンマークの上に新進工房ホームページのリンクも貼らせていただいてますので、そちらクリックして僕たちの商品も見ていただけますと嬉しいです。で今スタッフがこっち見てることで気づいたんですけど、まあ我々新進工房今、スタッフさんの募集しております。職人さんであったり事務の方、また他に映像の仕事できる方とかも随時募集してございますので、また概要欄のリンクから飛んできていただいて、僕たちに興味がありますよ、一緒に働きたいと思ってくれる方いらっしゃれば、ぜひぜひどしどしコメントいただけますと幸いでございます。でそのわけで最後にご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。さよなら。